はい、ただいま8月29日朝9時17分です。この動画では草刈りの映像を見ながら限界集落だった池谷集落が再生するまでの物語を連続シリーズでお届けしたいと思います。バックナンバーは再生リストで整理しますので、他の回をご覧いただきたい場合は再生リストからどうぞご覧ください。再生リストのリンクは概要欄に貼っておきます。続きをご覧いただきたい方はチャンネル登録いただきますと、更新したらすぐにご覧いただけますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。また字幕をオンにしていただくと字幕も見れますのでご活用ください。それでは第10話行ってみましょう。農業研修生の受け入れ。前回までの動画では池谷集落が震災復興の取り組みの中で集落の存続を目指して池谷入山地区復興デザイン計画を作り、その計画を実行するにあたってお米の直販が本格化したところまでをお話ししました。で、このデザイン策定支援事業に取り組んでいる最中の2008年10月、池谷集落に農業研修生がやってきました。名前は籾山明太さん。当時27歳の若者でした。籾山さんは東京農業大学を卒業後、茨城県にある日本農業実践学園という農業の専門学校の職員として働いていましたが、農業を教えているのに農村の現場のことを知らなくてよいのかと思い、農村に住みながら現場経験を積もうと考えて棚田ネットワークに相談したんですね。で、それのつながりで池谷集落を紹介されてこちらにやってきました。棚田ネットワークとの関わりによって今後につながる大きな出会いが生まれた瞬間でした。ここからですね、籾山さんの当時の自己紹介を紹介したいと思います。棚田の稲作を中心に農業を専業でやられていて、1年間研修生を受け入れてくれる農家を探していました。今年の10月から2年半の期間、学校を離れ農家研修を行います。研修は農家の方と生活労働を共にし、栽培経営技術を学ぶこと、また農家の暮らしぶりを体験することで将来の学校教育に生かすことを目的としています。棚田という非常に厳しい条件の中で一生懸命に地域を守ろうと頑張っている農家に1年という短い間ですが勉強させてもらいたいと考えています。また里山の自然環境とその保全についても個人的に関心があります。ちなみに学校では野菜部門を担当していますので稲作は初心者ですという自己紹介が最初にありました。籾山さんは来た翌日から早速稲刈りにもみすりにあの家この家と手伝う日々が続きました。手伝った先々でお礼に食事に招かれたり、お風呂にも入らせてもらったりとたちまち集落に溶け込みました。人懐っこく誠実な仕事をする好青年として集落の人たちからも大変信頼されていました。十日町市地域おこし実行委員会でも池谷分校の管理主任として分校に住んでもらうことを要請し、快く引き受けていただきました。ジ主催の村おこしボランティアをはじめ、分校を拠点とした活動の調整員としても活躍しました。籾山さんが来てから地域おこしの流れが変わったと山本さんは言います。当時池谷入山集落での地域おこしの取り組みにおいて事務的なことは山本さんに任されることが多く、山本さんは仕事の合間、時には夜遅くまで慣れないパソコン作業に取り組んでいました。山清水米の直販の事務は今村さんがボランティアで引き受けていました。籾山さんが来てくれたおかげでボランティアの人たちとのやり取りや山清水米の直販といった事務作業など
地域おこしの活動に先住者が存在することになり、活動が飛躍的に進みました。ただ、籾山さんとしては、農業研修に来たのに地域おこしの事務が多くて、なかなか農業に十分な時間が取れないという悩ましい状況でもあったようです。当時、籾山さんは2年半の研修期間のうち、最初の1年間は池谷集落で米作りを経験し、2年目は別の地域で牛飼いを学びたいと考えていました。しかし、池谷集落の人たちの残ってほしいという強い願いもあり、また2010年に牛を放牧して耕作放棄地を再生させるという新潟県の事業を入山集落の奥地で取り組むことになり、2頭の牛を飼うことになったので、結果的に2年半の研修期間のすべてを池谷集落で過ごすことになりました。ちなみにこの牛はですね、 YouTube の動画でもですね、牛が発情しましたという1200万回以上再生された動画の、牛になってますね。こちらの牛は2012年にこの、牛を飼うっていうのはちょっとねやめてしまったんですけれども、そのような形でやっておりました。で、もう学校に戻るということが決まってましたんで、期間限定だったんですね。ただですね、期間限定とはいえ、外から若者がやってきて池谷分校に住み込みで地域おこしの取り組みに従事してくれたことは、池谷集落にとってとても大きな一歩になりました。やはりですね、平日の昼間に若い人がそういう地域おこしの取り組みに相当の時間をですね使えるという、こういった環境があると本当に違うなというふうに感じられるですね、出来事だったわけですね。実は私が初めて池谷集落に来た時に、籾山さんがちょうどですね、分校に住んでまして、私としてもですね、籾山さんがいたことによって非常にですね、その移住するにあたっての安心感というのは増したというふうに感じています。もちろんね、途中でね、学校の方に帰るということは分かってたんですけれども、それでもですね、ほぼ同年代の人がいたっていうのは非常にですね、やっぱり心強かったというふうに思います。で、今回その籾山さんが来たきっかけがですね、この棚田ネットワークとのつながりだったわけなんですけれども、これについてもですね、地域づくりにおけるヒントが隠されてるなと思いまして、と言いますのは、やっぱりですね、その地域おこしをするにあたって外部の団体とのつながりをいかに持つかっていうのはすごい大事なことだなというふうに思ってます。で、いつですね、そのつながりが生きてくるかっていうのがね、わからない。本当に外からの人を呼び込もうと思った時に自分たちだけでですね、自分たちの発信力だけで呼ぶっていうのはね、なかなか難しい部分がありますが、いろんな団体とですね、外の団体と関わることによって、そういった人からの紹介で、人が来るというのはかなりですね、大きいことだと思います。で、現在の話にちょっといきなり飛びますけれども、実はこの動画では山口さんいないですけれども、山口さんも今来てくれてますけれども、実はこの山口さんが来たのはですね、日本農業実践学園という籾山さんがですね、いるところがきっかけでですね、籾山さんからの紹介でこの池谷集落のことを知って、やってきたというですね、かなりすごい、つながりなわけなんですね。で、実はこの籾山さん非常に優秀な方でして、今ではですね、この日本農業実践学園の学園長にもなっていらっしゃるというですね、すごい、まさかですね、当時はですね、誰もそんな展開になるとは思わなかったわけですけれども、そういった方でもありました。なので、ただでさえですね、そういう若い人が来て時間をたくさん使ってくれるっていうのだけでもすごいのに、その来た人自体がですね、大変なんというか行動力のあるですね、人が来るとですね、本当に変わるなというふうなことが、実証されたですね、出来事だったわけですね。
さて、今回は農業研修生の籾山さんを受け入れて、池谷集落の取り組みが大きく前進したことについてお話ししました。次回はですね、30年ぶりに盆踊りが復活したことについてお話をしていきたいというふうに思います。そちらもぜひお楽しみにしていただければと思います。それではですね、ここまでお聞きいただきまして本当にありがとうございました。最後にですね、いつものように草刈り後の一言を述べさせていただきたいと思いますんで、そちらの方もぜひですねご覧いただければというふうに思います。はい、じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、いかがでしたでしょうか。今日は久々に、いい天気で、暑かったんですけども、空調服着てるおかげで、かなり、快適に刈ることができました。あとこの暑さによって、毎日結構雨が続いててぬかるんだ田んぼが多いので、しっかりと、乾いてほしいなと思います。以上です。はい、今日はですね、久々にツインモアとスパイダーモアが使えてですね、だいぶ良かったなと思いました。機械の方ですね、ツインモアは油圧オイルをね、交換しようと思って、ちょっと交換しかけたら、オイルが足りなくて、そのまま使うとオイルが不足して、ダメなんで使ってなかった。オイルが手に入ったんで、それを入れたんですが、で、スパイダーモアの方はですね、キャブレターがやっぱり汚れてて、キャブクリーナーでこう、洗ったら、使えたんですけど、途中一日キャブクリーナーやったのに使えなかったのは、ちょっとはめ方が間違えててですね、それでアイドリングを調整するところがこう、うまく、うまく角度がね、合わなかったんですね。なので、エンジンかけてすぐ止まってたんですけれども、それも農機具屋さんに教えてもらってですね、やり直したらうまくいきました。ということで、だいぶね、素人ではありますが、機械に詳しくなってきましたので、多分、同じことは、もう失敗は繰り返さずに済むんじゃないかと思います。はい、ということで以上です。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、終了時刻が12時20分でした。